にちは、はるかねです。今日はこちらセリアでね購入してきた可動式ドールボディ、こちらのボディにぴったりの前開きのねパンツを作っていこうと思います。こちらね、ジーンズのサンプルなんですけど、こちらは、制服っぽいやつで、こちらがスーツっぽいタイプですね。このようにね前が開いて、着せてからね服の上からこのようにね前を閉じてベルトをはめることができる、こういうパンツを作っていきます。材料は型紙から作っていくので、厚紙と折り紙とそしてペン、それからダイソーでね購入してきたスプリングホックと 4mm 幅のねサテンのリボン 10cm ちょっとあれば大丈夫です。そしてこれね、ベルトになるんですけど、ベルトのバックルをね作るためのワイヤーとワイヤーを加工するためのフライヤー、それからお好みのね生地と、そして生地の色に近い色の糸、そして待ち針と縫い針とハサミなどを使って作っていきます。ではね、人形の型を取っていきます。机に対してね90度になるようにペンをしっかり持って、人形に当たってこう内側に入ったり外側に出たりしないようにね、まっすぐになるように線を引いていきます。必要なのこの辺だけなんでね。で、首とこの中心部分、股から首の中心に線を引いて、そしてウエストの位置にね軽く線を引いておきます。そしてここがね足首になるんですけど、ズボンがね足首までしかないとちょっと短く感じるので、少し 5mm ほどね、足してくるぶしのところにまで裾が来るようにします。このね軸に対して90度になるようにね、この足首の線に対して平行になるように線を引きます。でこの線に対してね平行になるように、この股のラインから線を引きます。こんな感じですね。そしてこのねウエストと前中心の部分からここウエストプラス 5mm になるようにね、だいたいこの線と平行になるように線を引いておきます。そしたらこのボディラインから 1.5 センチのところにね軽く線を引いて、こちらもだいたい 1.5 センチぐらいのところに線を引きます。そしてこのね中心線、中心のところからこの股から2センチのところ、2センチのところに向かって、ここから1センチのところからですね、1センチのところから2センチのところに向かって半 U の字で線を引きます。そしてここからねこの裾に向かって少しカーブをつけながら線を引いていきます。そしてこっちもねここ1センチのところから1センチ2センチぐらいのところまで、ここね半 U の字ではなくてこうじゃなくてね、ちょっと内側に入るこういう S 字カーブを描いていきます。2センチよりオーバーしちゃっても OK です。そしてここから 2.5 ぐらいありそうですねこっからだーっとこっちへゆるくねカーブをかけて描いていきます。とりあえずねこの形で切ってみます。ではこれをね人形に合わせてみます。こちらの U の字の方が前でね、S 字の方がお尻になります。ここを前中心しっかり合わせて、この角をね中へ押し込んで、そしてグッと回してね、よいしょ、
尻からこのね股のねこの尖ってるところ同士がねちゃんとくっつくかどうかを確認します。裾もねだいたいこんな感じでくっつくので、まあ足が通るかなっていう分ぐらい確保できれば OK です。ではこれをね厚紙に移していきます。これね、だいたい方眼紙で1目盛りが1センチになってます。なのでこのサイズをね、参考にしていただけたらと思います。はい、このようにね生地に型紙を移しました。まずこちら側が1枚、そしてこちら側が1枚なんですけど、ちょっとでもね、隙間がなくなるようにこのように反転してあります。そしてこのね型紙、この線がね出来上がり線でできてて縫い代を含んでいないのでプラス 5mm をね縫い代含ませて切っていきます。ただね、前開きにしたいのでね前の部分だけ若干ちょっと多め1センチぐらいを意識して切っていきます。はい、このようにね生地を切りました。このね前の方だけ U の字になってる方だけね1センチほど若干縫い代多めに切ってあります。S 字の方はねお尻の方は普通の 5mm で大丈夫です。ではこちらがね裏側でこちらが表側になるんですけど、表同士をこのようにね重ねて中表になるようにして、そしてこことお尻側とそして前のね下1センチだけを縫っていきます。そしたら開いて待ち針でね揃えてこの股の部分を縫っていきます。股の部分が縫えたらひっくり返していきます。そしたらこのね股の部分ですね、ここをだいたいねこの前の部分を 5mm ぐらいになるように少しカーブになるようにねネイルアイロンをかけて、そして最終的にねこれをぐっとこのように重ねて着せることになります。でこのね 5mm 折った部分を軽くね、縫っていきます。でこの時に表側にできるだけね縫い目が出ない縫い方で縫っていきます。糸がね2本だと縫い目がちょっと目立ちやすいので1本で縫っていきます。玉留めはしません。5mm 進んで 1mm 戻るという縫い方でね縫っていきます。裏側から見ると
縫い目がねありますけど、表側から見るとほとんどね目立たないと思います。同じようにね反対側も縫っていきます。はい、このようにね前の端処理ができたら、先にね裾を処理していきます。出来上がり線でね内側に折り込んで、またね縫い目が表に出ないように縫っていきます。裾のね端処理が終わったら、一度人形に履かせてウエストのねラインを出していきます。かなりね上の方までウエストラインが来てるので、1センチぐらいですかね、このぐらいまで折り込んでいきます。自分がねいいなと思えるラインが見つけられたら、そのラインでね縫っていきます。はい、これでね基本形は完成です。こっからねちょっとズボンっぽくしていきたいと思います。では次にスプリングホックをねつけていくんですけど、こっちだけねつけていきます。ズボンのね向かって右側、こちら側の内側にねこのようにギリギリ見えるか見えないかの位置でね縫っていきます。輪っかの部分をね2箇所縫ったら、このね先の方も押さえておきます。こういう感じでね引っ掛けて縫っておきます。ではこれをね引っ掛ける方を縫っていきます。その前にねまず一旦また人形に着せて位置をね決めていきます。思いっきりね引っ張った状態で引っ掛けるので、しっかりねウエストの隙間がない位置で待ち針を留めます。ここにね引っ掛ける部分を縫っていきます。引っ掛ける部分をね縫うのに、糸がねだいたい30センチ ×2 ぐらい、60センチぐらいの糸を用意して半分にね折ります。そして半分に折った状態でね針に通します。こんな感じでね、そうすると4本になりますね。この状態で玉留めをして縫っていきます。揃えて、そして糸をね横に置いて針を十字になるようにね重ねます。そこに糸を1回引っ掛けて、引っ掛けた部分を親指で押さえて引っこ抜きます。これでね玉結びができてます。この状態で縫っていきます。
はい、ではねここにね引っ掛ける部分を作っていきます。バレエ衣装でね、作る無視という縫い方で縫っていきます。まず裏側から通してこの位置でねもう一度下へ出してきます。待ち針は抜いちゃいます。軽く糸をちょっとふんわり刺した状態でここにね針を通して、そしてこの糸の下をくぐらせます。キュッとね、これを何回か繰り返します。糸の下を通してもう一度くぐらせます。そして引っ張る、下をくぐって引っ張る。そして最後までね縫えたらここでよいしょ玉留めします。針を糸につけて一回引っ掛けて、引っ掛けた部分を親指で押さえて糸を抜きます。そうするとねここにこうキュッとこのように引っ掛けることができます。でこのね、ラインはこの位置はね人形のねヌードのラインなのでシャツインする時はねもう少し緩めの方がいいのでこの辺りにもね1つ2つね、作っておきます。はい、こんな感じでね完成したんですけど、もうちょっとね装飾をしていきたいなと思います。シャツインできるようにね前のこことここ、そして後ろのね123箇所にねこの引っ掛ける部分と同じ無視というものをね作っていって、でそこに、4ミリのねサテンリボンを通してベルトにしていきたいと思います。はい、このようにねベルト通しを縫いました。そしたら次はバックルを作っていきます。まずね針金を数字の9の形に曲げて切っていきます。そしたらここにリボンを入れてリボンを縫っていきます。こういう状態にしてね、そしてここを縫っていきます。こんな風にね着せてみました。ちょっとねこのシャツにベルクロがあるとベルクロプラスこのねフックの部分プラスワイヤーという感じでねかなりこう横から見た時にお腹がボコーとね中年男性のように出てしまうので、シャツインする時はねベルクロつけない方がいいかもしれないですね。ジーンズタイプはこんな感じです。ではお着替えしてみます。はい、学生服タイプはこんな感じですね。これねベルクロ
袋なしのタイプのシャツですね。少しお腹がね出るのがマシかなと思います。はい、そしてスーツタイプはこんな感じですね。これもベルクロなしです。ちょっとやっぱりねお腹が出てるのでおじさんっぽいですねはい、こんな感じでね前開きパンツ完成です。今回作ったこのね型紙、そしてねハサミと、それから縫い針とね待ち針を入れた小さな入れ物と糸と、そして100円均一で買ったね生地、これだけねバッグに入れておくだけでねいつでもどこでもちょっとした待ち時間とかにね作れるのでおすすめです。ぜひね皆さんも作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから Twitter や Instagram、ブログのねフォローもぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。